皆さんこんにちは。海外在住トレーナーのようです。今日はですね、自宅の屋上にあるジムで撮影しています。今日はストレッチについてですね、ストレッチについてちょっと解説していこうかなと思います。皆さんウォームアップとかストレッチってトレーニングの前やってますかね？僕がトレーニング始めたての頃、10代20代の頃なんかは結構ウォーミングアップおろそかにしていて、もうすぐベンチで入ってベンチプレス始めるとか、そういうことを結構やってました。僕ももう30超えてストレッチウォーミングアップの重要性に本当に気づかされまして、僕も実際怪我したっていうのもあるし、年齢重ねていく上で体の変化って出てくるものなので、今日はストレッチについて、解説していきたいと思います。まず皆さんが思うストレッチってどういうのありますかね？多分皆さんが思い描いてるストレッチって静的ストレッチって言われるストレッチだと思うんですよね。例えばこういうふうに座って伸ばしてギューッ人によってはこう反動をつけながらこういうふうにやるようなストレッチですね。これは静的ストレッチっていうストレッチになります。英語で言うと、スタリックストレッチって言って静的なストレッチなんで、これが本来皆さんがこうイメージするストレッチだと思うんですよ。例えば前屈、こういう前屈とかですね、こういう前屈とかですね。でこれは正直トレーニングの前には、向いてないです。トレーニング前のウォーミングアップのストレッチには向いてないストレッチになってます。なので結構見るんですよ。ジムに来てさあトレーニング始めるぞって言ってこういうストレッチから入ってる人いるんですけど、ちょっと危険です。まず何かっていうと、体がまだ温まってない状態でこういうふうにストレッチをすると筋肉がこう固まってる状態なのに無理やり伸ばすことになるんで、怪我をするリスクが出てくる。ストレッチで怪我をしてしまうリスクが出てくるんですね。なのでトレーニング前には向いていません。もう一つは筋肉の出力が落ちてしまうんですね。静的ストレッチの目的は筋肉をストレッチさせて緩ませるっていうのが、目的なんですけど、この緩ませるっていうところがポイントで、緩むと筋肉の出力ってガクンと下がっちゃうんですね。これはアメリカの研究でも実際に論文が出されてるんですけど、ストレッチをして筋肉が伸ばされて筋肉が緩んだ状態だと、例えばベンチプレスの出力がちょっと落ちてしまう。例えば、マックス 1RM のマックスが、普段よりも出力が落ちてしまうみたいな、ことにつながりますので、僕はこのストレッチはトレーニング前にはお勧めしていません。じゃあどういうストレッチをやっていかなきゃいけないかっていうと、アクティブストレッチっていうストレッチになります。それはどういうストレッチかっていうと、体を動かしながら体温を上げて血の巡りを良くしてあげる。例えばどういうのかっていうと、こういうレッグスイングとかになってきますね。こういうレッグスイング。こういうもので動きの中で、体を、これからトレーニングやるんだよ、これからトレーニングをやるから体は準備しないといけないよっていうサインを、送ってあげる。これが、トレーニング前のストレッチになります。例えば上半身って言ったらどういうものがあるかって、こういうストレッチですね。こういうストレッチとか、こういうウォーミングアップですね。こういうストレッチは筋出力落とさないんで、なおかつこれからトレーニングやる準備のためにその体を温める。で予備動作として関節の動きとかそういうものをこれから、重いものを上げていくんで、そこに、血流を送ってあげて温めてあげることが大事になってきます。でトレーニング終わりのその静的ストレッチってどういうふうにやっていったらいいかっていうと、これは皆さんの思い描いているストレッチでいいんですけど、こういうふうに
体をこうギュンギュンギュンっていうふうに無理やり伸ばすようなストレッチは逆に筋肉の反射を使ってしまって筋肉が逆に収縮してしまうんですね。なので本当にリラックスした状態で反動は使わないで呼吸をしっかり吸って吐きながら深く伸ばしてあげる。そこの、もう伸びないなって言ったそこの場所で、最低20秒ですね。最低20秒保持してあげると筋肉がこうだんだん緩んでくるのが分かるんですよね。なので反動は使わずに呼吸を使いながらじわーっと伸ばしていくように、ストレッチしてあげてください。そうですね、普段でトレーニング前後とか関係なくストレッチだけやる方とかっているじゃないですか。朝起きて体を起こすのにストレッチしてあげたりする方もいると思うんですよね。寝る前にストレッチやる方もいるんですけど、ここでポイントなのがこの静的ストレッチをする時に体を事前に温めてあげてください。トレーニング後だったらもう十分汗もかいているだろうし体温も上がっている状態なのでストレッチ静的ストレッチしていただいていいんですけど、ストレッチ単体でやる場合は必ず、体を温める行為をしてください。例えば10分間5分でもいいです。外に歩きに行ったり、ちょっと体を温める行動をしてあげる。で運動ができないのであればシャワーを浴びるだけでもいいです。シャワーを浴びて体温をちょっと上げてあげる。理想はお風呂に入って湯船に浸かってしっかり体を温めた状態でストレッチしてあげるっていうのがベストなんですけど、体の体温が温まってない状態でいきなりこうギュッと伸ばしてしまうと怪我につながる可能性があるので、ストレッチをする際には必ず体温を温める軽い運動をするかお風呂シャワーを浴びていただいて体温を上げてからストレッチしてみてください。今日の動画はこれで以上です。